今回の深掘り旅は、京都が舞台です。京都にはたくさんの観光地があります。その中で、今回は鴨川納涼床の横を歩きながら、深掘りしていきます。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、鴨川納涼床の深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、京都府京都市にある京都駅です。多くの観光客が、京都観光の起点にする駅だと思います。その京都駅の中央口、北側には京都タワーがあります。京都タワーの運営は、京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社です。その京都タワーのネーミングライツを、ニデック株式会社が取得。令和6年、2024年4月1日から、ニデック京都タワーという名称になっています。京都タワーの高さについては、建設当時に色々あったようですが、それはまた別の機会に深掘りできたらと思っています。これから向かうのは、京阪本線の祇園四条駅です。今回は、JR 京都駅から奈良線で一駅の、東福寺駅経由で、祇園四条駅に行きました。京都府京都市があるのは、赤丸のあたりです。京都市は、夏暑く、冬寒いと言われる盆地にあります。祇園四条駅にやってきました。この駅は、鴨川のすぐ近くにあります。鴨川を背にして直進すると、八坂神社があります。この辺までバスで来ることもできるかもしれませんが、バスはまともに動かないという噂を聞いたので、電車にしました。鴨川の川沿いにテントなどが張ってあります。これについては、後で少し触れることにします。祇園四条駅の近くには、出雲の国の像があります。出雲の国は、歌舞伎を始めたとされる人物です。室町時代後期、風流踊りというものがありました。藤沢宿の動画で出てきた風流踊りのことです。その踊りは、あくまで自分で踊る踊りでした。1580年代、やや子踊りという芸能が流行しました。やや子踊りは、数名の幼い子供が、歌に合わせて踊るものでした。1500年代中頃という情報もありました。やや子踊りが、日本で初めての見せる芸能だそうです。やや子踊りが初めて出てきた文献は、お湯殿の上の日記だそうです。その天正9年、1581年9月9日のところに書かれているとのことです。慶長5年、1600年に、雲州のやや子踊りという一座が、宮廷でやや子踊りを披露。その一座の踊り手として記されている国が、出雲の国のことだそうです。出雲の国は、出雲大社の巫女と伝えられていますが、真偽は不明のようです。慶長8年、1603年、出雲の国の一座は、京都の四条河原に仮設の舞台を作り、歌舞伎踊りを披露しました。それが、歌舞伎の始まりだそうです。今いるここが四条大橋で、向こうに見えるのが三条大橋です。東海道53次の宿場巡りシリーズのゴールだね。三条大橋に行くことも考えましたが、それは東海道53次の宿場巡りの最後にとっておきます。この動画が公開される時点だと、7番目の平塚宿の動画まで公開されてるはず。まだ先は長い。テントが並んでる理由は、鴨川納涼2024でした。鴨川納涼は、毎年8月の第1土曜日、日曜日に開催されています。会場は、三条大橋から四条大橋までの鴨川の右岸河川敷です。鴨川は三条大橋側から四条大橋側、北から南に流れてるので、四条大橋からだと左側が会場になります。鴨川納涼は、昭和44年、1969年に、鴨川美化啓発活動の一環として始まりました。河川愛護、環境保全の啓発と、全国の観光、物産の振興を図るイベントだそうです。四条大橋の下には、四条大橋についての解説があります。平安時代の永治2年、1142年に、祇園社参詣のために板橋が架けられたそうです。安政4年、1857年に石造りの橋になり、明治7年、1874年に鉄製の橋になりました。大正2年、1913年には、京都市電の開通に伴って、鉄筋コンクリート製のアーチ橋になりました。アーチに引っかかった流木が水害の原因になったため、昭和17年、1942年に現在の橋に架け替えられたそうです。祇園社は、八坂神社のことです。八坂神社の主催人は、スサノオノミコトです。スサノオノミコトは、五頭天皇とも呼ばれます。
祇園はインドの祇園精舎から来ているそうです。八坂神社は、五頭天皇を祀っていたことから、祇園社と呼ばれるようになったとのことです。八坂神社の創始には諸説あって、八坂神社の社殿には2つの説があるそうです。一つは、渡来人が神様を祀ったのが始まりというもの。斉明天皇2年、656年に、高麗から来た入士が、白木国の五頭山に座したスサノオノミコトを奉祭したことが始まりとのこと。もう一つは、お坊さんが銅を建立したのが始まりというもの。貞観18年、876年、南都の僧、遠慮がお堂を建立。同じ年に、天神、祇園の神が、東山のふもと、祇園林に降り立ったことが始まりとのこと。ちなみに、八坂神社の本殿の下には、平安京の東の鎮め、清流の住む流血があると伝えられてるそうです。詩人の清流？そうです。東の清流、南の朱雀、西の白虎、北の玄武、五稜説との関係してるそうです。五稜説は、藤岡富士祭りで解説したやつだね。後進信仰に関係する引用五稜説でしたよね。ここで説明するには長すぎるから、興味があったら藤岡富士祭りの動画を見てください。ここからが本題です。今回歩くのは、四条大橋から五条大橋までの鴨川の河川敷です。直線距離で約 1km です。四条大橋から鴨川沿いを南に行き、五条大橋まで歩いていきます。左側に鴨川、右側に三注川が流れています。三注川は、鴨川西岸を流れる全長約 2km の人工の水路です。三注川は鴨川の別称でもあるという情報もありました。鴨川は、みそぎを行う川ということで、みそぎ川とも呼ばれたそうです。三注川は鴨川から取水して、約 2km 下ったところで鴨川に注ぎます。そんな三注川の上にあるのが、鴨川納涼床です。二条大橋から五条大橋までの鴨川沿岸のお店が、川面まで突き出す木組みのテラス席を設けています。5月1日から9月30日までの期間限定です。それを鴨川納涼床と呼ぶようです。室町時代には、すでに鴨川で夕涼みが行われていたそうです。豊臣秀吉の時代に、四条、五条河原付近の浅瀬に、将棋を置いたのが始まりとも言われているようです。将棋とは、折りたたみ式の腰掛けのことです。中州に板の小橋を渡し、浅瀬には将棋が置かれたそうです。江戸中期には約400軒の茶屋が将棋の数を定めるなどして、組織化も進んでいたとのことです。明治時代になると、7月と8月に床を出すのが定着。鴨川の両岸は高床式の床、さすは将棋、三条大橋の下には河原から張り出した床が出ていたそうです。その後、明治27年、1894年の鴨川運河開削、大正4年、1915年の京阪電車応答線延伸などがありました。それによって、鴨川の左岸、東側の床が姿を消したそうです。大正時代には、鴨川の治水工事で将棋が禁止されました。昭和4年、1929年、半永久的な床が禁止。昭和9年、1934年の室戸台風、翌年の集中豪雨で、鴨川納涼床は壊滅的な被害を受けたそうです。昭和10年、1935年、鴨川の補修工事により、人工水路のみ注ぎ川の上に床を設けるようになりました。第二次世界大戦で、納涼床は完全に消滅。昭和27年、1952年、納涼床許可基準が策定されました。現在では、約90店のお店が床を出して営業してるそうです。話は変わるけど、さっきの鴨川納涼2024には行かないの？今回は、ちょっとした用事で近くまで来たから、鴨川沿いを歩くことにしました。鴨川納涼2024の開催は、ここに来るまで知りませんでした。天気予報によると、最高気温が40度近くになるみたいなので、四条大橋から五条大橋まで歩いて、涼しいところに避難する予定です。文明の利器を使って、納涼しようと思っています。この撮影も中止にしようか迷ったくらいの気温だからね。奥に見えてるのが松原橋です。松原橋の通りが松原通り。松原通りは、平安時代の五条王子で、嵯峨天皇の勅命により橋が架けられたとも言われてるそうです。清水寺への参詣道でもあったため、都の目抜き通りだったそうです。安土桃山時代、豊臣秀吉がここに架かっていた橋を、
平安京の六条坊門工事、現在の五条通りに架け替えました。ここにあった橋が五条橋でしたが、架け替えられたため、松原橋と呼ばれるようになったそうです。その松原橋の下には、柱か何かの跡のようなものがありました。調べてみましたが、これが何なのかはわかりませんでした。木でできてるような気がするけど、なんだろう？自然にできたものじゃなくて、人の手で置かれたものって感じだよね。これが何か知ってたら、コメントで教えてくれると嬉しいです。昔の橋の跡とかだったら面白いよね。そうであってほしいという思いもあります。見慣れない鳥がいるね。しかも、足で顔のあたりを描いてるという珍しい姿。みたいな感じがしますが、どうでしょうか？この鳥が何かわかったら、コメントで教えてくれると嬉しい。お、飛んだ。もうすぐ五条大橋に着きます。五条大橋は、牛若丸と弁慶が出会った場所と言われますが、それが正しいとしても、この橋のことではありません。さっきも言ったように、元々の五条橋は現在の松原橋で、この五条大橋は、豊臣秀吉によって架け替えられたものです。この五条大橋の西側、歩いてる方向の右側には、牛若丸と弁慶の像があるようです。本来の出会いの場とは違うところに、像があるということになります。動画編集中にその存在を知ったので、撮影できなかったのが残念です。牛若丸は源義経の子供の頃の名前です。藤沢宿の動画でも出てきた源義経だね。藤沢宿を歩いてたら、源義経首洗い井戸があって、予定にはなかったけど、見に行ったんだよね。源義経が祀られてる白旗神社の話は、少し疑問がある感じでしたよね。もう少し深掘りしたいところだけど、触れない方が良さそうな気もする。この鳥はアオサギかな？そんな感じですね。ちなみに、白鷺というサギはいなくて、白いサギが何種類かいるそうです。大サギ、中サギ、小サギなどの白いサギの総称として、白サギと呼んでいるだけのようです。もともと白いサギを白サギと呼んでいて、標準和名をつけるときに大きさで区別しました。その結果、白サギというサギがいないということになったとのことです。標準和名は、学名の代わりに使われる生物の日本語名称のことです。見た目が白いサギは、小サギ、中サギ、大サギ、カラシラサギ、アマサギ、クロサギの6種類だそうです。クロサギも白いの？クロサギには、黒色型と白色型がいるそうです。黒色型、白色型と読むのかもしれませんが、読み方を見つけることができませんでした。九州以北では黒色型が分布していますが、南西諸島では白色型の割合が増えるそうです。五条大橋の西側には、扇塚があります。扇は、平安時代初期に、この地で初めて作られたそうです。ここは、御影堂扇が作られたところとのことです。御影堂は、公安7年、1284年に、大橋の近くに建立された神前工事の別称です。御影堂扇は、この御影堂から出した扇だそうです。ここにある扇形の火は御影石で作られていて、昭和35年、1960年に建立されたとのことです。この扇塚の木に書かれてる内容は、さっきの石に刻まれてるものと同じです。石の方は読みにくいので、こちらを見た方がいいと思います。ここが五条大橋です。この橋にある義星は古いもので、これには昭法2年、1645年と刻まれています。義星は神社や寺院の階段、橋などの柱の上に設けられる飾りのことです。ネギの花に似てることから、壮大と呼ばれることもあるようです。義星の由来は、二つの説を見つけることができました。一つは、仏教の宝珠を儀したものという説。もう一つは、ネギの花を模したものという説。ネギの周期が魔除けになるからのようです。個人的、ロボット的には、玉ねぎにしか見えませんが、仏教の宝珠説であってほしいと思います。僕は、ネギの花説がいいな。節分のイワシの頭とヒイラギみたいで。
四条大橋から五条大橋まで歩いてきました。今回の鴨川農業床の深掘り旅は、これで終わりです。五条大橋の近くには、京阪本線の清水五条駅があるので、文明の力で農業しながら移動しようと思います。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。